空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は5月の22日、木曜日。はい、ということでね、今日は久々にフッツラボからお送りしております。この後ですね、ちょっと買い付けリサイクルショップの、買い取りというかね、はい、の、買い付けをしに、行こうというふうに考えておりますので、こちら近所のね、方らしいので、はい、そこに買い付けに行っていきたいと思います。はい、それとですね、看板、リサイクルショップの看板、看板撤去が終わりまして、アルミ複合板の白塗装が終わったので、はい、それをですね、今日はイラストレーターを使って、原寸大の文字を作りまして、それをですね、A3 の紙に、それぞれ印刷しまして、はい、それで、プリントアウトして、それで実際の文字の大きさにですね、カッティングして、でマスキングテープをして、それで、塗装していくと、いうようなことをやっていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。人血。はい、それではですね、こちらがね、イラストレーターの、Adobe のイラストレーターという、ソフトになります。アプリになります。それでですね、まずこのようにですね、これが1枚の、アルミ複合板なんですけれども、これ一応4枚、配列しまして、リサイクルショップという文字を、あてがいました。はい、でこれが実際、高さが840の900等のパネルが4枚ありますんで、これ実寸大となります。でイラストレーターのいいところはここでですね、ミリメーター、実寸の数値が、書き込めるということで、はい、これが実寸大になりますので、こちらをですね、実際問題このようにですね、写真にあてがいまして、こちらがね、アルミ複合板5枚の場合、そしてこの下が、アルミ複合板4枚の場合ということで、ちょっと5枚だといっぱいいっぱいになってしまうんで、4枚の方がいいかなという判断でございます。でこの、データをですね、この実際のデータ、これをですね、これがですね A3 の紙の範囲なんですね。はい、で、A3 の紙の寸法でこうやって配置します。はい、で文字はアウトライン化しておかないと、通常文字っていうのはフォントの文字っていうのが、ここでですね、例えば、メオリオっていうレギュラーボールド太文字ですねっていう書体を使うと、この文字っていうのは、12ポイントとか72ポイントとか、小さいわけですね結局ね。例えばこれでフッツラボと入れてもここなんですけど全然見えないですよね。はい、拡大していくとですね、こうやって見えてくるんですけど、今これが12ポイントなので、最大にしたとして、
まあこういう形ですね。まああと、100ポイントとかねできますが、これはねだから結局フォントの文字、フォントという一つの文字なので、これ看板にできません。ですのでここでアウトラインを作成っていうのをすると、この一つ一つがですね、そしてグループ解除してあげると、はい、これ一文字一文字がですね、例えば大きくしたり小さくしたりできます。ですので、これをですね、実際の寸法にこれが実際の看板の寸法なんですけども、これにこう合わせていくと。まあこういう感じでレイアウトしていくと。そして A3 サイズで、割り付けをしてですね、はい、そしてこの一つが A3 サイズなんですけども、これをそれぞれ、印刷していきます。はい、そうするとね、このような A3 サイズの紙になります。ですのでこれをですね、はい、そうするとですね、これが実際のですね原寸の、ゲラというか原稿というかね、はい、になりますんで、これを元に実際のアルミ複合板に貼っていって、そして、マスキングテープして塗っていくということでございます。これが実際の大きさになりますね。はい、まあ、今リサ E の途中ですけども、はい、これが、原寸になりますので、はい、これを作っていきたいと思います。はなちゃん、よろしいでしょうか。はい、それではね、今から、買い付けの方に、おっちゃんと行きたいと思います。見てる風景をね、まあ女房もみんな全部売っ払っちゃいなよとか言っちゃうけど、女房はここで詰めるものは積んじゃう。小物はこっち積んじゃいます。はいはいはい。なんだ、ほら能書きがすごいの書いてあるんだよね。おお、すごい。中国語っぽいですね。うん。はい、ということでね、初めてのね買い付け出張買取の、現場を同行させていただきました。はい。まあね、もうかなり昔からこういう壺をね、
購入されてたということでね、はい、こちらもねもう畑のね、外に、放置されている、壺亀なんでございますがですね、はい、この辺もなかなか、買った当時はね、価値があったんでしょうけれども、今はですねもうほとんど、買う人もいなくなってしまいましてですね、はい、ちょっと邪魔だから、なんとかしてくれということで、引き取らせていただきましたが、ちょっとねこれもですね実は売れないんですよ。はい、ですので、非常にね、申し訳なかったんで、数百円でね、引き取らせていただきました。はい、まあこれは引き取れないよと、いうのはですね簡単なんですが、やはりね、近所の皆さんのね、お力になれればということで、やっぱりこの辺もね産業廃棄物で出すとですね、結構お金取られちゃうんですよね。はい、ですので、まあ数百円でございますが引き取らせていただいて、はい、これはね我々の普通のリサイクルショップの方に、ちょっと並べようかなと。はい、まあ、ディスプレイっていう感じですかね。これ売り物というよりは、はい、ディスプレイというような形で、まあ数百円でしたけれども買い取らさせていただきました。これは重そうですね。はい、こちらもねかなり重いんですけども、花瓶らしいですね。はい、こちらもですねもう塗装も剥げてしまって長い間、外にね放置されておったものでございますのでね、はい、持ってってくれということなので、引き取らせていただきました。いいですか、せーの。まあ結構ねこういったですね現象がですね日本全国どころにでも、あるんじゃないかなと思われます。はい、やはりですね、時代が変わってしまって、価値が変わってしまったということなんでしょうね。はい、ですので、当時はね、まあ、高く買って、売ってたものでございますがですね、今は全く価値がなくなってしまったということですので、申し訳ございませんということなんですが、まあ持ってかないのもね申し訳ないので引き取らせていただきました。それとねこの倉庫の中にもですねこれ欄間ですね。はい、それとまあ絵とかね壺とかね、はい、それとこれ石ですかね。はい、こういうものもねいっぱい、あるんですけれども、まあこの辺もほとんど大変申し訳ないんですけれども、まあ売れないものということでございます。はい、そしてね、これまた別の場所の、骨董品屋さんの、中なんですが、はい、こちらもいっぱい、飾ってあるのが骨董品なんですが、もう今はねお店閉めてしまって、はい、営業はされてないということらしいでございます。はい、ということでね、まあ骨董品屋ということでね、集めたんでしょうけれども、今はですねほとんど、まあ、売り買いされていないということでございます。これがね厳しい現実でございますよね。はい、わーすごい。食器やね壺やね、置物がですね所狭しと、はい、並んでおります。もっと大きい時が違うよ。ああ、またありましたね。昔の家にはどこにもある熊の置物とかね。そうそう、まあ全部減らしてんじゃん。へえ。
はい、ということでね、非常に勉強させていただきました。はい。リサイクルショップというのはですね、非常に難しいものでございまして、ゴミと貴重品の狭間にあるということで、時代やですね、場所や、それは建築屋だからね。タイミングが変わるとですね、ゴミにもなってしまうし、価値が出てしまうこともあるということで、やはりその辺のね、現実をですね、まざと見させていただきまして、はい、ただね、ちょっと掘り出しも、私がですね、ちょっと気になったものを、2商品ぐらいですね、買わせていただいたので、皆さんがね、ご興味あるかどうかは分かりませんが、こちら YouTube のですね、ショップの方にも、載せておきたいと思います。一度見ていただいて、ご興味ある方は、お買い求めください。ということで、初めての買い付けということでね、はい、勉強させていただきました。カズさんのですね、骨董屋さんの店主さん、ありがとうございました。ね。大丈夫です。もうみんな脱いでますから大丈夫。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、リサイクルショップ不用品買取の巻ということでね、はい、ちょっと買取の方に行ってきました。はい、ちょっとプライベートの問題がありますんでね、映像は途切れになると思いますが、はい、ちょっといいものも仕入れたりもできましたんで、はい、豚のね置物、はい、ちょっと面白いのを仕入れましたんで、はい、それはね、ここの YouTube の備考欄でも販売したいと思いますんでね、はい、興味がある方は見てください。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、今日出会った、カズさんの骨董屋さんの店主さん見てますか？よろしくお願いいたします。ゲット